こんにちは、こしょうです。今回は年末に投稿した個人的磁気スイッチティアリストの動画で一番のお気に入りとして紹介したこちら、キートックノバスイッチのレビューをしていきます。サウンドテストやどんな人におすすめかなどの話もするので、よければ最後まで見ていってください。それでは早速パッケージから見ていきます。公式ストアから買うと、このように10個ワンセットが今まで見たことのないようなパッケージで届きます。箱を開けるとスイッチ一つ一つがディスプレイケースのようなものに入れられていて、高いだけあってめちゃくちゃ豪華な印象を受けます。最初は結構いいじゃんって思ったんですけど、これを70個分やらなくてはいけないというのはかなり面倒でした。日本だとディジーアートさんが正規代理店として販売していて、そこで買うとパッケージはもっとシンプルになっています。それではスイッチの外観を見ていきます。全体的に半透明でラメが入っています。横から見るとわからないんですけど、上から見るとステムの紫色の部分が見えます。非常に上品で綺麗な見た目のスイッチです。それではノバスイッチのスペックを見ていきます。ストロークは 3.4mm、スプリングは 21mm、オーカーツは初期オーカーツが 35g で、底打ち時のオーカーツが 48g です。素材構成はトップハウジングが PC、ボトムハウジングが PA12、そしてステムが分離構造となっていて、ステム本体は PA12、磁石部分がポムとなっています。磁気スイッチとしては珍しく PA12 が採用されているのが特徴です。価格は1個あたり約200円とかなり高額です。はい、それでは分解してスイッチの構造を見ていきます。まずはスプリング、金メッキが施されています。ボトムハウジング、トップハウジング、そしてこちらがステムです。磁石部分が分離しています。これによって軸ブレの影響が出にくくなり、動作がより安定するという効果があります。構造は完全にトランクディアのシアンスイッチと同じで、素材やスプリングを除いた違いはストロークだけです。ノバスイッチが 3.4mm なのに対してシアンスイッチは 4mm あります。これはステムの磁石部分の長さによる違いで、シアンスイッチの方が若干長いです。はい、それではスイッチの打鍵音と軸ブレテストをしていきます。使用するのはいつもサウンドテストに使用しているショートカットスタジオのブリッジ 75HE です。はい、いかがでしょうか。ストック状態でもファクトリールブは必要なところに十分されていて、擦れ感などはありません。打鍵音はトップアウト時の低いコトコトとした音がかなり印象的ですが、ハンドルブをするとトップアウトはミュートされて、さらに静かな低めの打鍵音という印象でした。ハンドルブは必要ないかなと思います。軸ブレはかなり小さく、分離構造のことを考えるとかなりの安定性に期待できます。それでは、ここからはこのスイッチの特徴を生かした構成のキーボードでのサウンドテストを行っていきます。ノバスイッチの特徴は、ソッキーとも言えるような低い打鍵音と、人によってはミュートされすぎていると感じることもありそうな静かな打鍵音です。その特徴を生かすキーボードがこちらです。このキーボードは 1.8mm とかなり厚みのある PBT キーキャップ、アルミプレート、そして木製のケースで組んだキーボードです。
厚みのある PBT キーキャップは低い音を出すのに向いていて、木製のケースも温かみのある低めの音になりやすく、低い音が鳴るノバスイッチにはぴったりの組み合わせです。そしてアルミプレートは静かなノバスイッチをしっかりと鳴らしてくれるため、よりハキハキとした打鍵音になります。それでは打鍵音をどうぞ。いかがでしょうか？低くコトコトとしたソッキーな音、めちゃくちゃ良くないですか？アルミプレートに関しては、本来もっと高めの音を出すときに多く使われるので、今回の場合だと真鍮だったり、金属プレート特有の硬質な音が好みでなければ、カーボンプレートにするとより柔らかい印象になるんじゃないかなと思います。はい、それではこのスイッチのまとめに入っていきます。まとめるとこんな感じです。磁気スイッチとしては珍しい PA12 の採用。小さい軸ブレと分離構造による高い安定性。非常に高額な価格設定です。PA12 を採用することによって、磁気スイッチではほとんど見られない低くて静かな打鍵音となっています。また、かなり小さな軸ブレとステムの分離構造によって、かなり動作の安定性が高いです。自分のメインキーボードであるラックアトラスでしばらく使用しましたが、入力切れは一回もありませんでしたし、スパークリンク製の PCB でラビットトリガーを 0.001mm に設定しても動作が不安定になることはありませんでした。打鍵音もパフォーマンスも両立している素晴らしいスイッチです。一方で価格は1個あたり約200円とかなり高額で、スイッチ代だけで安めのキーボードが買えてしまいそうな価格です。静かで低めの打鍵音が好きと好みがはっきりとしていて、安定性が高いスイッチが欲しいという人にはめちゃくちゃおすすめなんですけど、まだ自分がどんな音が好みがわからないという人や、コスパを重視している人にはあまりおすすめできないかなというのが素直な印象です。自分としては買ってめちゃくちゃ満足しています。というわけで、ノバスイッチのレビューでした。タオバーの公式ショップとディジーアートさんのリンクを概要欄に貼っておくので、気になる人はそちらからチェックしてください。それではご視聴ありがとうございました。